息子と2人で出かけたホテルでのディナー。そこで見かけたのは、女性にプロポーズをする夫の姿だった。亡き妻と息子の分まで幸せにする？誰も幸せにならないことを夫に思い知らせるため、私たちは静かに席を立った。私は結城千佳、47歳の専業主婦だ。大学の同級生だったレイジと結婚してから23年が経ち、私たちの間に生まれた一人息子の正樹は、今年大学を卒業。会社員として自立したばかりで、やっと子育てが一段落して、肩の荷を下ろしたところだ。思えば、夫は出張が多くて留守がちだったため、あまり新婚気分を味わうこともなく、家庭を第一に守ってほしいという夫の要望に応えてきた結婚生活だった。夫とは年月を重ねるごとに会話は減っていき、現在は必要最低限の会話を交わすくらい。家では話し相手もいない状態が続いている。学生時代からの友人たちと息子を通じて知り合った人たちがかろうじて、私と世間をつなげているようなものだ。私たちの世代はまだまだ現役で子育て中の友人たちが多く、子供たちの学校のことや進学などで悩んでいる人からは羨ましがられることもあるが、そんなことにも寂しさを感じていた。40代後半になったばかりで家に閉じこもっているのはもったいない。短時間でもいいので働こうと思って夫に相談したが、私が外で働くのは自分の解消がないように思われるからと許してもらえなかった。そんな時、近所の奥さんから料理教室に入会しないかと声をかけられた。夫が家にいる時に美味しいものを作って出してあげれば、会話も少し増えるのではないか。そんなことを考えて、私は料理教室に通うことにした。料理の基礎から応用まで学べる教室には様々な人が通っており、私はそこであやさんという25歳の女性と知り合った。明るい彼女は20歳以上も年の離れた私とも気さくに話してくれ、私もそんな彼女を娘のように思って仲良くさせてもらっていた。新たに広がった交友関係は私の生活を一変させたが、夫との会話の糸口になるだろうと教室で習った料理を作っても、彼は全く興味を示してはくれなかった。しまいには、うるさいから黙ってろと睨まれてしまい、それ以上は話しかけることも許されない。結婚生活も20年を超えた夫婦なんてこんなものだろうか。いや、夫は私に対して生活全般の雑事を引き受けてくれることだけを求めているのかもしれない。だったら、私ももう夫に期待するのはやめようと気持ちを切り替えることにした。そう考えるようになると、話し相手は外にたくさんいることに気づくことができたし、これからの自分の人生を謳歌していけばいいと思えるようになった。そして料理教室の日、あやさんから相談に乗ってほしいと声をかけられ、私は話を聞くことにした。この日、夫は出張で出かけていた。教室の後は家に帰っても自分のことだけすればいい。私に相談相手が務まるかわからないが、誰かに頼られることが嬉しくて快諾したのだ。緊張した面持ちで話し始めた彼女の相談とは、あやさんの彼氏とのことだった。彼女には現在お付き合いをしている男性がいるのだが、私と同年代のバツイチ男性らしい。彼は父親と同じ年齢だし、そんな人を私みたいな人生経験も少ない人間が支えていけるのかなって不安になってしまって。相手の男性がどんな人かはわからないけれど、あやさんを選んだのでしょ？あなたは明るくて話していると楽しい人だし、その男性が求めているのはそういうところなのかもしれないわね。こんな私でも彼の力になれるでしょうか？少なくとも相手の方はそう思っているのではないかしら。私も
あなたのそういう気持ちは大事にしてほしいなと思うわ。同じくらいの子供がいる親としては正直、年齢差が気になるところではあったが、幸せそうにしている彩さんには言えなかった。話を聞いている限り、彼女は真剣に相手のことを考えている様子だったし、応援してあげたいという気持ちの方が強かったのだ。その後、彩さんとは教室だけでなく、自宅に招いて付き合うようになり、たまに帰省してきた息子とも顔見知りの関係になっていった。その日も、彩さんを自宅に招き、話している時だった。リビングテーブルの隅に夫の腕時計が置かれており、彩さんがその腕時計をじっと見つめているのに気づいた。いやね、腕時計を忘れるなんて。今はスマホもあるから、私は腕時計をしないことが多いですよ。そういえば、私もそうだわ。腕時計を片付けようと手にする。文字盤の12のところには、夫の誕生石があしらわれているものだった。こんなおしゃれな時計、あの人も持っていたのね。誰に言うわけでもなく、一人ごちる。夫の持ち物に関心もなくなっていることに、私は改めて気がついたのだった。そんな出来事から1ヶ月後、息子から冬のボーナスが出たので食事でもしないかと声をかけられた。初任給や初めてボーナスを受け取った時にも誘われていたが、自分の労働の対価として受け取ったお金だ。友人たちとの付き合いも多いし、欲しいものもあるだろう。そう考えて、給料は自分のために使ってほしいと断っていたが、何度も断るのも申し訳なく思って、今回は応じることにした。すでに予約済みだという日は、夫はあいにく出張が入っているらしく、2人で行ってくればいいだろうと、話をほとんど聞くことなく言われた。息子が予約してくれたのは、夫と結婚式を挙げたホテルの最上階のレストランだった。息子なりに新婚当時の気持ちを思い出してほしいという心遣いもあったのだろう。夫が来れなかったことを聞くと、とても残念そうにしていた。レストランの入り口で席に案内されるのを待っていると、着飾った女性に声をかけられた。あら、彩さん。偶然ですね。本当に。今日は彼氏とお食事？ええ、彼から大事な話があるって言われたんです。ホテルの最上階のレストランに呼び出されるということは、いよいよプロポーズじゃない？やっぱり、そうなのかな。頬をあからめて照れている彩さんが、結婚前の自分と重なって見えて、私はなんだか温かな気持ちになっていった。彩さんが案内されてすぐに私たちも呼ばれた。窓際の席では彩さんが男性と向かい合って座っているのが見えた。じろじろと見るのも失礼だと思い、私はそちらを気にしないように視線をそらした。だが、息子は彩さんたちを見つめている。どうしたの？あの相手の男。息子が彩さんの向かいに座る男性を怪げそうに見つめてつぶやいた。あまり見るものじゃないわよ。いいから、母さんも見てみろって。息子の言葉に私は視線を彩さんたちに移した。そこには私たちがよく知っている夫の姿があったのだ。夫は彩さんの手を握って、結婚してからは私に見せたこともない笑顔を浮かべている。人違いじゃないかしら。この世に似ている人が3人くらいはいるって言うじゃないの。そう言いながらも、あれが夫だということは私が一番よくわかっている。この場にいたくない。そんな思いから体は自然にレストランの出口に向かおうと動いてしまっていたが、それを息子が引き止める。嫌かもしれないけど、今ここできちんと確認した方がいい。
でも、綾さんが母さんとどういうつもりで付き合ってきたのか知らないままでいいのか？あの綾さんに限って、そう思いながらも私の中に疑念が生まれたことも事実だ。私は案内された席に座り、夫たちの会話が聞こえるように耳を澄ましながら様子を伺った。たわいもない話をしながらも、夫の手はスーツのポケットを気にしている。23年前に私にプロポーズした時と同じ動作だった。決意したように、夫はポケットから指輪ケースを取り出すと、綾さんに差し出した。結婚してほしい。君のことは亡き妻や息子の分まで幸せにするから。なんということだろう。夫は浮気をしていただけでなく、私や息子のことをいないものだと綾さんに話しているようだった。それを聞いて、この場から逃げ出したいと思っていた気持ちは消え失せた。私たちは目で合図を交わし、静かに席を立つと、夫たちの座っている場所まで歩いて行った。そして、夫が綾さんに差し出している指輪ケースをスッと閉じたのだった。どうも。あなたの亡き妻と息子です。大事なお話中に失礼しますね。夫は指輪ケースを差し出したまま動くこともできずに、突然現れた私たちを凝視している。なんでお前らがここに？閻魔様から何も知らずに騙されている女性がいるから助けてやるようにって言われたから戻ってきたんだよ。地獄でもあなたの悪事は有名みたいよ。冗談も大概にしろ。閻魔様だとか地獄だとか。冗談を言っているのはどっち？チカさん、これはどういうことですか？この人、結城玲二は私の夫なの。だから、妻や息子を亡くしているという話は全くのデタラメってことよ。そんな。綾さんは信じられない様子で私と夫の顔を交互に見つめている。もう食事どころではないが、レストランに無理を言って同じテーブルを用意してもらう。店側もこちらの事情を察してか、他のお客さんから離れた席を用意し直してくれた。しかし、頼んだ料理が運ばれてきても誰一人口にする気持ちにはなれず、沈黙だけが続いていた。口火を切ったのは息子だった。父さん、説明してくれよ。説明？あんたには母さんがいるのに綾さんと付き合っていること、どうして彼女に俺たちを亡くした前提で結婚を申し込んでいるのかをだよ。息子の言葉にやっと気がついたのか、夫が私たちと綾さんを見る。そういえば、お前たち綾と知り合いだったのか？私と同じ料理教室に通っていることが縁で仲良くさせてもらっているのよ。そんな、お前たちは年齢も離れてるのに。年齢が離れているのはお互い様でしょう。まさきと変わらない年齢の女の子に手を出しておいて何を言っているの？それは夫と綾さんとの出会いは3年前。取引先の担当だった彼女に夫が一目惚れしたことが始まりだったそうだ。彼女には妻子を亡くしてからは独身だと偽り、必死に口説き落としたのだという。呆れたものだな。自分の父親がこんな男だったなんて情けないよ。それで離婚もしていないことをごまかしてきたってことなの。私も息子ももはやため息しか出てこなかった。そんな私たちに畳みかけるように夫は必死に話し続けていった。綾は何も知らなかったんだ。これだけは本当だ。信じてくれ。嘘で塗り固めてきておいて。綾さんをかばう夫の姿に、この人には私に対する愛情なんて
もう一かけらも残っていないのだと冷静に考えていた。しかし、夫の話が本当であることは私自身も感じていた。だから、もう彼女を疑う気持ちなんてなかった。夫から綾さんに視線を戻すと、彼女は着ているワンピースを握りしめてうつむいている。彼女にしてみたら、今まで信じてきた男性が実は既婚者で、自分に嘘までついて交際していたのだ。とてもショックなことだろう。もしかしたら、私と夫のどちらを信じてもいいのかもわからないのではないだろうか。私はできるだけ穏やかに彼女に話しかけた。これまで、この人からどんな話を聞いてきたのかわからないけれど、私は、チカさんの話を信じます。だって、あなたはこんな嘘をつくような人じゃないもの。そんな。うすうす、おかしいなって思っていたんです。実は、相談をしに自宅を訪れた際に、自分が夫にプレゼントした腕時計と同じものがあり、気になっていたのだそうだ。あの腕時計は全てオリジナルで作ってもらったものだったから、全く同じものがあるとは思えなくて。それでもどこかで彼のことを信じていたかったのだろう。事実を確かめることができずにいたのだという。まさきさん、あなたはどういうつもりで私と付き合っていたんですか？君のことは本気で愛しているんだ。出会った頃には妻とは離婚するつもりだったし、こんなに真剣に付き合っているのに不倫だと知ったら、君がかわいそうだと思って、つい嘘をついてしまったんだ。だったら、離婚してから私と付き合えばよかっただけじゃない。かわいそうなのは嘘であっても、存在を消されてしまったチカさんたちよ。私たちだけでなく、綾さんにまで責められた夫は、情けないくらいに縮こまってしまった。知らなかったこととはいえ、こんなことになって申し訳ありませんでした。こちらこそ申し訳ございませんでした。でも、綾さんも騙されていたのだもの。あなたを責めるつもりはないわ。いえ、私も20代後半になる大人です。付き合う相手がどんな人間かは、きちんと見極めなくてはいけなかったんです。そう言うと綾さんは私たちに深く頭を下げた。むしろこちらの方が申し訳なく思うほどだった。こんないい人を騙して、あんたは地獄行きは決まったようなものだな。地獄なんてあるものか？あるわよ。でもあなたの場合はあの世の集合地獄に落ちる前に、この世の地獄が待ってるけどね。私は綾さんの手を引くと、夫だけを残してレストランを後にした。その後、夫とは離婚が成立した。浮気に対する慰謝料と財産分与で500万円を受け取ったが、夫に尽くしてきた私の23年はこんなものなのかと感じてしまった。でも、それはこんな形で清算することになった結婚生活に対する失望なのかもしれない。その後、元夫は綾さんからも慰謝料を請求されることになった。独身だと偽っていたことが、低層権侵害と人格権の侵害という不法行為に当たるのだそうだ。交際期間が2年以上ということもあり、100万円ほど請求されることになった。その上、不倫に加えて若い女性を騙していたことに対する悪評が広がり、会社も辞めることになったのだと聞いた。元から派手にお金を使うことがあった人なので、私たちに請求された慰謝料を工面するために、親戚からもお金を借りることになったようだ。お金を借りた親戚を頼って仕事を紹介してもらい、しばらくはそこで仕事をしていたみたいだが、悪い話ほど広まるのは早く、そこにも長くはいられなかったそうだ。現在は日雇いの仕事をしながら借金を返済する生活を送っているという。
私は長い間家庭に入っていたこともあり、仕事探しに苦労すると思っていたが、家事の腕前を評価されて、家事代行サービスの会社で定職に就くことができ、交友関係も広がっている。綾さんとはあれ以来、なんとなく疎遠になりかけてしまったが、私からしたら彼女も被害者だ。落ち着いた頃合いを見計らって送ったメールが再び縁となり、現在も進行が続いている。明るく素直な彼女が今度こそ素敵な人と巡り会えるように願っている。